これまた話が長くなりそう。今の自分のバージョンアップなだけな感じがしないんですか？年頃の女の子がそんなピンヘッドのおっさん役をして男の人ほど宝塚見た方がいい絶対。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。戦隊ヒーローものとウルトラマン両方やってるっていうので話題になる幸せな役者さんいるんですよ。なかなかないことですよ。なかなかないですね。ウルトラマンになりたいよね。日々こうゲームクリエイターに身を隠して真の姿は真の姿スマホで返信する。実際ウルトラマンになるのか戦隊ものになるのか仮面ライダーになるのか何がいいのかなってこう考えてましたけど、いやなかなかちょっとどれも難しいですね。なんかヒーローやらないといけないんで大変そうだなと思って。それは何本当に変身できるとしたらって話？あ、そうですそうです。おお、これまた話が長くなりそう。いや確かに時間やね。じゃあ変身したいですか？変身はいやしなくて大丈夫でしなくて大丈夫とか言うなよ。宇宙人がだから現れて、その人はもう息も絶え絶えで、もう俺の代わりにヒーローの魂をあなたに託すって言って、ウルトラマンか等身大のヒーローか、どっちか授けられるとしたらどっちがいい？等身大。ああ、じゃあ仮面ライダータイプね。仮面ライダータイプ。なるほど。どっちかっていうと生身の方が好きっていうか。巨大化する必要はないと思う。そうです。悪者とかいいって攻めてきて街をこう蹂躙し始めるから、そしたらもう行かなきゃいけないんですよ。行かないといけないですね。でもそれバレると家族とかにも危険が及ぶから、もちろん俺たちにも隠して。まあ一人なんか喫茶店の店主みたいな人だけが知ってるみたいな。じゃあやっぱ小山君が知ってるべきだよ。僕が知ってる。そう。そういうことですか。一応裁量労働制だからさ、なんか奈良さんまたいないなみたいな時に小山君がまあ奈良さんじゃあなしでとりあえず仕事をちょっと進めましょうかみたいな感じですけど、フォローするやっぱりその代表取締役じゃないと。まあそれはもうみんな納得してもらえると思います。ほんでまたなんか俺が小山君になんかまた小山君俺に隠し事してんだよ。出た。こればっかり僕隠さないといけないんで。なんかこそこそしてんだよなって言って2人でミーティングルームこもるしみたいな。で私がお土産毎回持ってくるんですね。申し訳ありませんって。ここ行ってきました。一応奈良さんいないんだよなと思ったらなんか妙に生傷作ってて実は裏で大変なことしてたっていうね。これでも夢だよね、男の子はね。俺どっちがいいかな。俺もやっぱり等身大でいいかな。ちなみに頼朝さんは？ウルトラマン好きなんでウルトラマンですね。保育園の時の夢のウルトラマン。でも今だとウルトラマンだってウルトラ系みたいには入らずにこの研究員をやってる。そうね、みんなウルトラマンになっちゃうとウルトラ警備隊に入っちゃうもんね。ウルトラマン80だけちょっと例外で学校の先生だったんです。だけどドラマ的に学校の先生やりながら出動するっていうのがなんかだんだん苦しくなったのか人気がなかったのか、番組途中でテこ入れが入って結局UGM に入るんですけど、ちょっと一色だったんですよ。横山君どっちですか？めっちゃ考えたんですけどウルトラマンですかね。いや僕も最初等身大がいいなと思ったんですよ。でも等身大ってなんか強いんですけど今の自分のバージョンアップなだけな感じがしないんですか？強いんだ。いやそういう意味じゃないですよ。なんか人としてがより強化されてるというか、ウルトラマンはもう超人じゃない人じゃないじゃないですか。完全にね。でしかも宇宙も行けるしみたいなとか、なんかやれることの幅の広がり方がウルトラマンの方がいいかなと思ったっていう。俺もやっぱ宇宙行きたいからウルトラマン。あれ手のひらパイ。俺も宇宙行きたい。操作してガンダムみたいに。パイロットね。それも熱いな。確かにロボット乗れるのはいいかもしれないですね。戦隊もんで。しかも多分なんかそのシンジ君みたいになんか兵器として誰でも乗れるじゃなくて、なんか適合性があって俺じゃないとなんかこう 100% シンクロしないみたいな多分モビルスーツだったりするんだよね。神を呼べみたいな。それだったらちょっと乗りたいかな。 ウルトラマンは好きなんでウルトラマン。保育園の時の夢のウルトラマン。ウルトラマン系みたいには入らずにこの研究員をやってる。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。ウ
何の話ですか？すいません、俺なんか今日奈良村の話横取りばっかしちゃって話足りなかったですか？いや全然なんていうかいつもこういう話を図鑑歌とはしてるんで、逆にこう歴が違う人、タイミングが違う方と話せるといいですし、あと娘役さんが好きっていうのもすごい好感があるというか、私も結構娘役さん、もう歌うまさんがいないと寂しくなるっていう。ちなみに今の推しは誰ですか？今の推しはオークス・テラ君っていう男役さんなんですけど、何組？月組にいて、月あんまり見てないな。180センチあるんです。結構若手だったんですけど、やっぱり目立つからか、セリフはないんですけど、用心棒とか、それこそスキンヘッドの用心棒とかをするんですよ。スキンヘッドって図鑑で珍しいよね。そうなんですよ。だから年頃の女の子がそんなスキンヘッドのおっさん役をして立ってるだけでもう存在感があるので、最近その救援者怪我したり病気とかでそうすると役が変わるんですよね。その時にちょうどその代わりでやった役がすごい結構重要な暗殺者の役をしていて、もう佇んでるだけで殺されそうこの人にみたいな感じの気迫があって、それを評価されたからか、今回月組のお披露目の時は結構セリフとか役的にもいい感じのものをもらえて、すいません、なんかじゃあチャンスを掴んだわけだね。そういうなんか応援してるとちょっとまだ拙い子をこう徐々に上手くなっていい感じの役をこうもらってくるとかセリフがあるとすごい嬉しくなってくるんですよ。やっぱり応援しててよかったなっていうので。もうね、その話をするとね、もう一個だけ大事な話させて、これ共感してもらえると思うんだけど、宝塚はそうやって若手が上がってきてその成長を見るのも楽しいんですけど、それ以上に卒業していく、退団していく、見送る悲しさっていうのが計り知れないほど大きいんですよ。ありますね。またこの儚さがいいんだよね。そうですね。高級的なものじゃないっていう。宝塚は宝塚なんだけど、中はやっぱりどんどん入れ替わっていって、もうだから俺がハマったその逆転裁判の時に見てた人なんてやっぱりもうみんないなくなっちゃったし、中身はもう全部変わっちゃってっていう。けど、俺の場合は花組推しなんだけど、花組は花組でまた新しいニュースターが来てっていうね。ちなみにその方は何年目なんですか？テラ君は多分もうそろそろ10年目になりそうかなっていう。結構だね、じゃあね。そうですね。なんでそろそろハラハラしてるんですけど、大体男役さんっていうのは所属して10年ぐらいになると成熟したっていう真の男役、かっこいいっていうのをなるんですけど、大体そのあたりでみんなやりきったって思って卒業されてしまうので、ちょっと脇役としてすごいいい味が出てきた人ほどなんかそういう感じがあるんで、ちょっとハラハラはわかります宝塚って財団中は結婚しちゃダメなんですよっていうのもあるので、多分ね、僕たちには及びもつかないような今後の人生の葛藤とかおそらくいろいろあって、自分のやりきったってタイミングを見つけて退団されたりとかされるんでしょうけど、やっぱり見てるファンはハラハラするし、いつまでもこのままでいてほしいっていうのがやっぱり人情なんですよね。でも最近は 2.5 があるからか、 2.5? 漫画とかゲームの舞台があるんで、やっぱり宝塚出身の方多いんですよ、出てるのが。卒業しても舞台にって。そうですそうです。宝塚以外のもうそうですね、退団してもその舞台に立つことは諦めてない方が結構多くって、それでそれこそジャンプ漫画とかそういうゲーム系のところに出てくれるんで、やっぱりそこはちょっと応援しがいは。それはあれ、男役さんも男役で出てるの？そうですね、そういう場合もありますし、女性になっちゃう時もあるんですけど、それはそれぞれ複雑だな。そう、ちょっと複雑なんですけど、でも七海ひろきを見てくださいよ。ゲームの声優とかも。そうです、アニメの声優もあれずっと男役でやってますから、あの方は。
声優もやってるんだ。声優もやってます。バリバリやってて、もう男役そのまんまでずっといて、むしろ財団時よりかっこよくなったんじゃないかって、七海弘樹をよろしくお願いいたします。七海弘樹さんね、逆転裁判2でも出てたんですよ。ローランドっていう劇の中ではもう犯罪者で捕まる役なんですけど、最後に裁判に立たされて、自分の罪を告白するんですけど、もう金がないからっていうふうに自分のその生まれのね、不幸を訴えるわけですよ。その言葉がすごい僕刺さったんで、本当に痛いファンなんですけど、その後七海弘樹さんにお会いする機会があって、初めましてもうすごい良かったです。金がないからってついセリフを口走ってしまったら、七海弘樹さんがもう温かいそのアルカイックスマイルを浮かべて、金がないからって復唱してくださったのも本当にありがたかったんですけどっていう言い方なんですよね。いい方です、本当に。皆さん、七海弘樹さん。七海弘樹さん、ぜひよろしくお願いします。声優やってるんだ、今。声優やってます。舞台にも立ってますし、ライブもやられてて、マルチに。コラボカフェもありますよ。そうなんだ。だってあの人の男役めちゃくちゃイケメン。めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃイケメンなんですよ。男の人ほど宝塚見た方がいい、絶対。なぜなら、これは俺の楽しみ方なんだけど、一般的な舞台を俺の目線で見ると嫉妬しちゃうんですよ、俳優さんに。やっぱかっこいいから。どうせ私生活でもモテんだろうな、みたいな。なんですけど、宝塚の男役さんってもうそういう嫉妬心なしに、綺麗な心でかっこいいってなれるんですよ、男の僕でも。それは思います。脚本も男性が書かれてるんで、男性のフェチの方が刺さってるんじゃないかなってすごい、女性視点だとベッタベタやろこれみたいなところもあるんですけど、でも男性にとってすごいロマンチックな場所として、やっぱり男性の方がロマンチックだったりするっていう、なるほど、ところもあると思うんで、なんか男性の演出家さんほど結構ロマンチックで可愛らしいお話を書いたりするので、多分結構男性の方が相性が合うんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひ行ってください。機会があれば。これは会社で行く。会社で行きますか。会社で行く。いやでも本当に僕なんか機会があればって思ってますね。その機会どうやって生むんだろうなとは思うんですけど。その機会があればって大阪人がよく言う行けたら行くわのやつじゃない。これでも本当に行く気なくはないですよ。なんか、なかなかでもチケットがね、そう簡単にね。あとなんかその自分のフックに引っかかる演目がいいなとは思ったりするんですよね。一個足がかりとしては僕のおすすめは石田正也さんか小池秀一郎さん。この作品はめちゃくちゃいい。演出家の先生。演出家の本がめちゃくちゃいい。からその月組とか星組とかいろいろあるから迷うと思うんだけど、その脚本で選ぶっていうのも一つの方法だと思う。なんかダイハードとかバックトゥザフューチャーとかないですかね。でもあり得るんじゃない今後。なんかそういうなんかその原作知っててみたいなんでこう見に行けると楽しそうだなと思って、今度サムライタイムスリッパーやるね。そう月組で、しかもそれも別箱ですからね。別箱って何？大劇場じゃなくてそうなの？外部で、そうなんだ。未納でやるみたいです。じゃあ大劇場公演じゃないんだ。だから見やすいっちゃ見やすいかもしれない。そう、この間の今言ったその悪魔城ドラキュラも俺もいたんだけど、最近の悪魔城は知らないけど古い悪魔城好きだから BGM でヴァンパイアキラーが流れたりとかするとおーっていう、それで歌詞がついて歌ってるっていうのはね熱いんですよ。ゲームも一つの足がかりかなと思うんですよね。やっぱ聞いて悪魔城ドラキュラやってるんだっていうのは、そう知ってる作品で行きたいなって思うんですよ。出るから今からでも東京公演は間に合うのかな。そうですね、東京公演、この間千秋楽大劇場、そうか、千秋楽で終わっちゃったのか。4月20日だったんで、よければ東京まで。光はハードル高いですね、東京は。いきなりね。海外の方多かったですね、結構。生演奏生演奏なんですよ。そこにはオケボックスがあって生でやってるんで、それもぜひ楽しんでいただいて。すみません、めちゃくちゃ話しちゃったね。もう小山君早く終われっていう。すみません。まあでもだいぶ長いですね。すみません。じゃあ今日はこのところで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい。
全然いいんですけど。いや盛り上がってちょっとる引き出しがめちゃくちゃいや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 いあやいりますやいやいや奈良さんは奈良さんでもまず間違いなく宝塚の話が出てくるだろうなと思ったらもう出てきてくれて嬉しかったですね。ちょっと俺また話題を盗み気味でしたよね。すいません。いえいえ、全然、まあ、そういう話も。俺大丈夫かな、なんか奈良さんほとんど喋ってないみたいなことになんないあれ。いや、奈良さんもかなり結構しっかり喋られてました。ああ、よかったよかった。はいただやっぱもうあの時も僕と頼朝さんはもう入れねえなって奈良さんがだってさ宝塚知ってるよねの手でもいきなり入ってたから俺はもう分かりますよと思ったけどもう向こうに見ると小山君と頼朝君がポカーンってなってるのがすごい見えて。ちなみに僕最初の頃思ってたのは、これお二人が宝塚好きっていう説明を一旦した方がいいんじゃねえのかっていうのをちょっと思ってました奈良さんがその辺のこう前準備なしにいきなりギアガン上げてきたからね。いやまあいい、まあ皆さんもこう宝塚についていろいろこれで知っていただけたらね何よりだと思いますよね。まあ話していく中でね、そのちょっとずつその神谷さんが宝塚好き、奈良さんが宝塚好きっていうこう話がこう紐解かれていった感じがあったというか、だからまあ別にそれはそれで構成としても良かったのかなと思いましたね。はい、というわけでじゃあまあ次回もまた、みんなとのトークを楽しみたいと思いますので、楽しみにしていてください。